やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ヒディズの新しいフラグシップ、ヒディズ MS5。フラグシップにふさわしい、材料、精度、そしてキャラクターを持つ、ニュートラルな音を軸足に、細かいところまで神経の行き届いたイヤホンだ。パッケージから出した時の印象は、同じく5ドライバのハイブリッドイヤホン、アファルパーフォーマー5に近かった。どちらも、若干ウォームでありながら、全体のバランスがよく取れているイヤホン、という印象だったな。ウォーム感を強く感じるところは、同じヒディズの MD4 に近い部分がある。パーフォーマー5は、長らく、落ち着いていて若干のウォーム感を感じるイヤホン、ということで、後日、相性の良いケーブルを見つけるまで、なかなか自分好みの音に寄せられない、結構悩ましいイヤホンだった。現在は、相性の良い、高音域側が伸びるケーブルと合わせられたので、使用率がぐんと上がったんだけど、となると、MS5 も、パーフォーマー5みたいに、全音域に神経が行き届いているけど、わかりやすい聞き応えではなく、全体の表現力を聞き込んでいく、スルメ系イヤホンなのかなと思ってたんだけど、MS5 にはフィルター変更で音を調整できる仕組みがあるんだ。MS5 には3種類のフィルターが用意されている。個人的におすすめは、高音一択だ。でも低音がお好き？いやいや、高音フィルターでも十分に分厚い低音がちゃんと聞こえる。MS5 のフィルターは、内部にスポンジ状の高音を減衰させるフィルターを入れたり取り除いたりして音質を変化させるタイプ。この手のフィルター変更の仕組みだと、人によっては、低音側フィルターが、どこか使えたようになる印象を受ける場合がある。逆に、このフィルターが多いことによって、高音が受け止められて、より聞きやすい、と感じるようになる人もいるはずだ。僕は圧倒的に前者の傾向が強くて、こういったフィルター変更可能なイヤホンは、大抵高音量のものにする。MS5 はそこが選択ができるので、この手のバランスよく整ったイヤホンをお探しの人で、かつ、感触が好きな人、あるいは、さらに暖色傾向なものが好きな人に、簡単に対応できるようになっているぞ。元のバランスがニュートラルで秀逸で、かつ作り込まれているだけに、このフィルター一つで、大きく自分好みに変化させられる、というわけだ。付属イヤーピースも、ボーカル重視、低音重視、そしてバランス型から選択できる。初期付属品だけで、あなた好みにかなり変更できることが可能だぞ。フィルターはネジ山の切られたねじ込み式なので、変な角度でねじ込んじゃうと、ネジ山が潰れてしまう。フィルター交換の時には慎重に。さて、まずは、基本的なキャラクターとしては、若干の暖色感を持ちつつ、全体のバランスが良い、高級機の中でもお行儀が良いタイプ、ということが分かった。同時に、簡単にフィルターによってキャラクターを変更することができ、より暖色にも、くっきりとした感触系のサウンドにすることも可能、というところもだ。パッケージ開けた時には結構合わないかなと思ったんだけど、フィルター変えたら一発で満足したので、無視聴で購入を検討してる人には、大きな助けになるだろう。フィルターと豊富なイヤーピースの他に、見栄えも良質な標準ケーブルと、それから、豪華な仕様のポーチが付属する。こういうところにもきちんと高級感があるな。送られてきたサンプルは、3.5mm アンバランスだった。ほどほどにウォーム感と改造感を両立した。こちらも素直なケーブルとなっている。より自分好みに変えたい人は、ケーブルの変更も検討するべきだと思うな。それから、フィルターは、紛失を防ぐ、取り付けて保管できる金属板もついてくる。これがついてくると、一気に管理が楽になるのでありがたいところだ。外装をざっと見てみると、ヒディズの従来機とは異なる、有機的なシルエットを持つ、フェイスプレートが目に留まる。基本的な形状は、従来のヒディズ製イヤホンと共通のものになっていて、若干平均より横平ながら、装着感は良好だ。遮音性も結構高めで、扱いやすい仕様になっている。ベントはイヤホンの側面後部にフィルター付きのものが1穴。遮音性、装着感ともに申し分なく、集中して音楽を聴き込むのに向いたイヤホンだぞ。もちろん、この価格にふさわしく、仕上げも良好だ。バリなんかはもちろんなく、黒と金の組み合わせはシンプルに高級感がある。ちなみに、このフェイスプレートのモチーフは、ダークエンジェル、らしい。君の心の中の中二が刺激されるのを感じるぞ。本気で中二をやってるデザインはかっこよいのだ。ちなみに、そんな新機軸は、ケーブルの端子にも現れている。尖ってるけど、耳には干渉しないので安心してくれ。イヤホン側の端子は、フラットにピンタイプになっている。幅広い2ピンケーブルとの組み合わせが可能だ。さて、このイヤホン、細部を聞き込むと、やっぱり高級機、という印象がある。特に音を重ねた時には、同じヒディズの MS1 マーメイドや MS2 マーメイドなどと比較して、コスト分こちらの方が、いくら音を重ねても混じり合って改造感がドロドロに低下したり、破綻する印象はない。
これは、大編成の楽曲で最大限に発揮され、また、小編成の音楽でも、それぞれのパートの独立感をしっかりと保つ、派手な分離感はないものの、がっつりと音のバランスと音の解像度を両立してるイヤホンだ。一見それが感じられない人は、トレブルフィルターを試してみるといい。そこら辺をちゃんとこなしているのがより詳しく理解できる。最近では、CCA-HM20 やトラシアーゼロなどが、このクラスの、高再現度なイヤホンに肉薄してる、という印象もあるんだけど、MS5 は、残響などの残り方と消え方のバランスなどの丁寧さで、それでもやはり価格差が生み出す最後の差、というのを感じられた。また、フィルターでドライな印象を与えていない場合にも、MS5 の良さ、というのが引き立つ場面がある。分離感を強調していないのに、はっきり音が分かれて聞こえるあたりとかだな。堅実な仕事が多いヒディズなんだけど、そういう細かいところまで完璧にこなしてほしい人が、MS5 をつかむべきだと思う。MS5 には斬新な驚きや発見はないかもしれないけど、細かなところで、このイヤホンの作り込みを感じるタイプだ。さて、せっかくなので、他のヒディズ製品を組み合わせて聞いてみようか。ヒディズは、イヤホンよりも、むしろ DAP の方が国内では有名だと思う。小型でちょうどいいサイズ感の AP80 シリーズや、当チャンネルで取り扱った商品だと、ヒディズ S3 Pro、XO-DAC など、USB の小型 DAC などの再生機器も豊富にラインナップされてるな。うちでテストできる環境は、S3 Pro、XO-DAC、そして AP80 Pro X だ。ヒディズの USB-DAC シリーズは、この2機種とも、かなり鋭い分離感を持つ機種、故に、初期状態でウォーム感を持つ、MS5 と組み合わせた時に、程よい分離感を提供する。MS5 は初期状態では、ウォームで、空間表現はどこかふわふわと広い印象なんだけど、S3 Pro や XO-DAC と組み合わせると、その距離感や位置感が程よく明瞭になる。さらに XO-DAC のバランスモードで接続した時には、よりくっきりとした空間表現を得ることができるぞ。ここら辺は同じメーカーらしい相性だろうか。さらに、DAP 側でもイコライザや MSEB という、感覚的に音を調整できるスライダー機能を持つ、AP80 Pro X では、ニュートラルなキャラクターの AP80 Pro X を、より自分好みのサウンドに調整が可能だ。イコライザへの追従も素直で、かつ対応力がある。結構無理なイコライザ設定でも、音が割れたりすることもないな。ここら辺のポテンシャルも、上位機種なんだなぁ、と今更ながら思うところだ。他社製の DAP だと相性悪いの？というと全くそんなことはなく、また、初期状態で相性が悪い場合にも、チューニングフィルターで、MS5 単体で調整をすることも可能だ。チューニングフィルター標準では、MD4 に近い、暖色感が強いサウンドなんだけど、感触にも変化させることができるので、ぶっちゃけプレイヤーは選ばないな。ただ、ヒディズの機器と合わせても、相性が良い、というのは覚えとこう。また、例えば中世の西洋系音楽のような、コーラスが重要になる曲を聴くとき、MS5 の中音域のよく通るバランスは重要になる。高音フィルターを使っても、この部分の温かみは損なわれることなく、このイヤホンがボーカルをよくこなせる一台であるということを再確認するだろう。なんだか順番が入れ替わっちゃった気がするけど、内部の話をちょっとしようか。MS5 は、価格帯にふさわしい部品が使われる、4台の双2音ドライバー、そして、カーボン系のケブラーを中央に配置し、その円を流体シリコンで囲んだ、新型ドライバーだ。このドライバーと金属ハウジングのおかげで、近すぎず、遠すぎず、変に空間を意識させらない、自然な残響を感じられるんだと思う。正直、CCA-HM20 はこのクラスのイヤホンにかなり追いついてる感覚があるんだけど、男性の聖歌隊の声の、空間、奥行き、人数などの印象が、明らかにこちらの方が自然だ。ホールの反響なども、こちらの方が広く感じられ、同時に聞くと、このあたりの違いを意識させられたな。この広がりは、ケブラー液体シリコンダイナミックドライバーの効果なんだろうか。電子音楽ではこのような差は感じられないんだけど、ホールなどでの演奏音源を聞くと、空間の印象は全然違ったな。付属ケーブルのグレードとかも影響してるのかもしれない。ちなみに、バランス接続の高純度銀メッキ線に変更した場合、これらの空間表現はそのままだけど、バシッと音の鳴っている位置がより詳しくなった感じだった。ケーブル交換や DAP の交換で、より追い込んでいくのもいいだろう。というわけで、一見、ただただバランスが良い系のイヤホンと思われかねないくらいに主張をしてこない、ヒディズ製のイヤホン、MS5 なんだけど、まず、第一印象をフィルタで変えることができる。加えて、空間、共鳴、そういった表現力で、やはりフラグシップにふさわしい完成度を持っている。このような広がりを感じられるのは、やっぱ高級機ってすごいんだな、
と毎度感じさせられる瞬間だな。というわけで、MS5 は、魅力的な外観と、ビルド、そして、派手でないがゆえに、表現力が本当に刺さる一台だ。